皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナに対するアメリカの新しい軍事支援が発表されました。また、ロシアに対して EU が新しい経済制裁も発表を行っています。ここ最近のプーチン大統領は、ソ連時代のスターリンを思わせるような、まるで現代の国家がやることとは思えないようなことを次々と行っているのに対して、欧米はそのような時代が巻き戻るような行動を許さないという、かなり明確なストップをかけようと政策を打ち続けています。この両者の力関係というのは私から見れば明らかに欧米の方が上回っているとは思うのですが、人によってはそうではないという人たちもいます。まだまだウクライナの戦場のことを考えると、決着が今すぐつくようなことではないので結論はまだ出ているわけではありません。しかし長期的な視点から考えると、プーチン大統領の目指している力による現状変更と勝利の獲得というのは、現代においてはそう簡単に成し遂げられることではないと私は思っています。あなたはどう思われるでしょうか。それはそれとして、まずはアメリカの新しい軍事支援について見ていきましょう。アメリカ、ハイマース18機供与、ウクライナに約1600億円支援。アメリカ国防総省は、ロシアの侵略を受けるウクライナに対し、日本円で1600億円規模の追加軍事支援を実施すると発表した。高機動ロケット砲システムハイマース18機や対無人機システムを支援し、ウクライナ軍の能力を中長期的に支援する。追加軍事支援では、高機動多用途装輪車両ハンビー150両や多目的レーダー、通信システムに加え、監視システムや兵器を運ぶトレーラーなども支援する。今回の支援は、米軍が保有する兵器をすぐに供与する枠組みではなく、兵器を生産する防衛企業と契約を結んで調達し、ウクライナに送る形式で数年かけて実施する。今年2月のロシアによるウクライナ侵攻後、アメリカによるウクライナへの軍事支援総額は162億ドルに達する。軍事支援の記事の補足をしておきましょう。アメリカによるウクライナへの軍事支援には3つのパターンがあります。まず第一に大統領権限による米軍在庫の供与。基本的にこれまではこの一番の方法が取られてきました。すでにアメリカ軍が持っているものをウクライナ軍に供与するという形なので、どこかのメーカーに新しく発注するという形ではありませんでした。そして今回が2番のウクライナ安全保障支援イニアシチブ USAI。これは欧米の企業に対して発注を行い、そこからウクライナへ納入するというものです。ですから生産するための時間がどうしても必要となります。これは一体何を意味しているかといえば、特にロシアの方なのですが、長期的な戦いに持ち込めば、いずれ欧米は値を上げてウクライナに対する支援をやらなくなるだろうというのが一つ見込みとしてあります。これに対する返答としてウクライナ安全保障イニシアチブというのは今すぐではないけれども少なくとも計画的にこれから何年にもわたって軍事支援を行い続けますよというのを一つアピールとして行い、ロシアに対して長期戦に持ち込めばなんとかなるだろうという希望を打ち砕こうという政治的な目的があります。そして第3のウクライナへの支援の方式というのが武器貸与法、レンドリース法の活用があります。かつて第二次世界大戦時においてイギリスやソ連に対してアメリカが支援を行った方法で基本的には貸付です。消耗品はさすがに返却は不要ですが、お金などは後で返してねというものになっています。イギリスは何年にもわたってこのレンドリース法に基づいて行われた支援に対しては返却を行っており、一方でソ連は米ソ冷戦というものがありましたから、このレンドリース法による支援は基本的には踏み倒しを行っています。これまでアメリカによるウクライナへの軍事支援ではこの3番の形式は取られていません。第二次世界大戦時のイギリスのような国力はウクライナにはそもそもありません。しかし、いざとなれば、なりふり構わず、3番のレンドリース法も用いて、大量の武器を貸し付けて、なんとか戦況を一挙に打開しようとか、もしくは勝利を確実にしようとか、必要になる場面もあるかもしれません。そして、今回の軍事支援では、ハイマースを追加で18機というのが出てきました。現在までにハイマースは16機がアメリカからウクライナへと供与されてきました。それに伴ってウクライナ軍はこれをうまく活用を行い、ロシア軍の武器弾薬庫を爆破したり、前線司令部を攻撃するなど大きな戦果を上げてきました。製造に時間はかかるものの、ハイマースの保有数が34になるというのは当然のように大きな力となるでしょう。
なお、ロシア軍はハイマースを撃破したと定期的に発表を行っています。それらの総数を積み上げると、すでにウクライナに供与されたハイマースは全滅してプラスアルファ何機か足りないといったことになっているわけですが、実際にはウクライナ軍が用意した木製のおとりを爆破していることを大々的に発表しているに過ぎないというのが大方の見方です。なお、多連装ロケットシステムとしては、イギリスやドイツも供与を行っており、数が少ないためにロケット攻撃を行うとハイマースの攻撃だとほとんど言われるのが現状となっています。アメリカによる軍事支援といえば、今回ご紹介した中ではハイマースがやはりかなり目立つわけですが、それだけではありません。現在、ウクライナの戦場において補助的な役目として非常に目立っているのがドローンの活躍です。戦場で今どのような状況になっているのか、兵器はどのような場所にいるのか、移動中なのか、留まっているのか、兵士はどのくらい数いるのか、そういった情報をリアルタイムで知るためには、やはりドローンの観察能力といったものは非常に重要です。そういったこともあって戦場でドローンを見かけた場合においては、これらを何としても機能停止に追い込んだり、銃撃して破壊することなどが求められます。実際にはかなり上空にいて歩兵の持っている銃では撃ち落とすことが難しいことが多いために、通信電波を妨害することなどによって機能を停止させるといったことが今はかなり研究が進んでいるところです。ハイマースの場合だと発注から納入までどうしても時間がかかるわけですが、対ドローンの妨害システムではおそらくはそんなに納入に時間はかからないでしょう。アメリカが発注したタイタン CUAS システムというのはドローンの操縦用の通信電波を妨害したり、もしくは電子機器を誤作動させるなどして機能停止へと追い込みます。ドローンの活躍が目立てば目立つほどこうしたカウンターアタック用の兵器というものも発展し、アメリカとしては実際どれほどの威力を発揮するか、戦場でのデータを欲しがっていることでしょう。またウクライナ軍にとってはそうした情報がアメリカに渡っても、とにかく自分たちが最新のものを使えるというのはこれは歓迎するでしょう。次に EU のロシアへの経済制裁についても見ていきましょう。ロシア製品の禁輸拡大へ EU が追加制裁案、石油取引価格に上限設定も明記。EU の執行機関は28日、ウクライナ東部南部4州で行われた住民投票に基づき、強制的な併合を進めるロシアへの対抗措置として、ロシア製品の禁輸拡大などを柱とする追加制裁案を発表した。私のチャンネルではロシアが部分動員令を発動していわば軍事的な段階を上げてきたということをよく取り上げるわけですが、ヨーロッパにおいてはロシアが強引に進めてきた住民投票もどきといったものを理由とした領土併合、こういったルールを全てぶち壊すようなことをしていることに関してむしろ反発が強まっており、経済制裁の引き金を引きました。 EU 委員会は追加制裁でロシアの収入が日本円で約9700億円削減されると説明した。ロシアの軍事関連産業や先端技術分野に打撃を与えるため、追加制裁では EU 圏内から航空部品や電子関連部品、特定の化学物質などを輸出するのを禁止する。 EU 加盟国の市民がロシア国有企業の役員などに就くことも禁じるほか、対ロ制裁回避の取り締まりを強化する見通しだ。追加制裁では1300以上の個人団体が対象となる。 EU の外交安全保障上級代表は、ウクライナの領土保全を損なう行為に責任があるものを対象にしていると説明した。具体的には、ロシア軍高官のほか、偽情報を意図的に流したり、ウクライナのロシア占領地域を支援したりする個人団体が該当するとしている。欧州委員会の委員長は記者会見で、我々は偽りの住民投票も併合も認めない。ロシアに代償を払わせると述べた。記事の補足をしておきます。制裁案の中に EU 市民がロシア企業の役員などについてはいけないといったような話が書かれていましたが、それの影響があってこのような人物がやり玉に上がります。ドイツのシュレーダー元首相は、ロシア国営天然ガス企業ガスプロムの子会社で、ロシア産ガスを輸送するパイプラインの運営会社ノルドストリームの株主委員会を率いています。ドイツだけの話ではないのですが、ヨーロッパにおいてはロシアとの関係が深いことによって、ロシア側の国営企業や大企業などの役員に政治家や元政治家といった人物が食い込んでいることがあります。これはロシア側からしてみれば、ヨーロッパ側の人間を引き込んだ、抱き込んだということであり、現在の状況からすればこのような
人たちが例えばロシア寄りの発言をする理由となっていることが挙げられます。ですから制裁案の中でこのような人物たちの行動を一気に規制しようというわけです。まず第一に戦況を動かす要因として軍事力の増強について考えてみましょう。ウクライナ軍に対する増強としては兵器がどんどんとやってくるよという形でこれを実現しようとしています。一方で、ロシア軍の方はどうでしょうか。そうした兵器が新たにやってくることはあるのでしょうか。ここ最近ではイラン製の自爆型ドローンといったものを導入していますが、それ以外に大々的にロシアを応援している国というのはどこもありません。新しい兵器がどんどんとやってくるということは全くないでしょう。また、兵士の質についてはどうでしょうか。今回ニュースとして取り上げてはいませんが、ウクライナ軍の兵士は海外で多く訓練を受けてウクライナの戦場へと帰ってくるという形をとっています。まず第一に兵器が供与されるとなったらその兵器の取り扱い方はウクライナ国内で訓練を行うのではなく供与する国において訓練を行って使い方が分かった上でウクライナ入りを果たします。例えばハイマースの場合であればアメリカで訓練を受けて使い方が分かった上でウクライナへと戻っていくのです。これと同じようにしてドイツが例えば対空戦車ゲパルトであったり自走榴弾砲パンツァーハビッセ2000を引き渡すときにはドイツにおいて訓練を行って使い方がしっかりと分かった上でそれからウクライナへと戻っていくのです。さらにはこうした兵器だけではなく基礎的な訓練についても現在ウクライナはイギリスで大々的な訓練キャンプを実施しています。これはウクライナが戦場になっている以上ウクライナ国内で訓練を行うのもやはり危険な状況といったものが十分考えられるわけですから安全な海外において訓練を行ってからウクライナへと戻るというのが基本的な姿勢となっているわけです。イギリスでは120日あたり1万人のウクライナ軍兵士を訓練してそして訓練が終わった兵士がウクライナへと戻るという循環がすでに開始されています。一方でこうした兵士の質という点においてロシアはどうでしょうか。現在部分動員令が発動されて予備役からどんどんと招集がかかっているわけですがこれらの人々は徴兵期間1年間が終わった人というのを一応前提条件にしてはいるもののそのほとんどが一般社会で働いていた人たちが招集令状を受けて動員されています。一応1年間の訓練を行っていたんだから勘を取り戻すといったような意味で訓練を行えば少しはまともな兵士になるかもしれませんが、このチャンネルでも伝えている通り、招集から訓練なしでいきなり前線へと移動させられてしまったという人たちがすでに出ています。ロシア国防省としては、これら動員された人たちは2週間の訓練は行うという話を一応はしていますが、実際のところ2週間の訓練を受けるのが第一次動員30万人のうち一体何人なのかは今のところ不明です。もしかしたら30万人のうちの内訳としては10万人は訓練なしで前線を送られ10万人は2週間の訓練を受け10万人は春の攻勢のために長期間の訓練を行うのかもしれません。何にしても兵士の質という点について言ってもやはりNATO 各国から支援を受けているウクライナ軍の方が基本的には質の向上といったものが継続的に行われるのに対してロシア軍の方は明らかに素人同然の人もどんどんと戦場に送り込まれてむしろロシア軍の中ですら大混乱が起こると私は思っています。そして経済制裁についてなのですがこうした経済制裁というのは何も一つ一つの事柄を取り上げてこれを実施したからといってロシアの経済がいきなり破綻するなどといったようなものではありません。経済制裁というのは一つ一つ小さな効果であってもそれらがどんどん積み重なって期間が長期化していくことによって累積ダメージというものをロシアに与えることに意味があります。すでに効果が現れているものもあります。例えば軍事的な関連で言えばロシアとウクライナとの間においては少なくとも本格的な侵攻が始まる時その時点においてはロシア軍の方は軍事力は上だというのが一般的な評価でした。例えば対レーダーミサイルであればウクライナ軍はそもそも持っていないのに対してロシア側はソ連時代にすでに開発が終わっていますから基本的には保有していました。また長距離ミサイルなどについていってもウクライナ側は持っていないんだけどロシア側はソ連時代からすでに開発が終わったものがありこれらも保有していました。しかし現状どうなっているかといえば開戦からすでに7ヶ月が経過しロシア軍は精密誘導ミサイルなどほぼ使い切った可能性がありますしまた対レーダーミサイルなどもほとんど在庫を尽きて
ウクライナ軍のレーダーを攻撃できなくなっている可能性が現在は指摘されています。なぜそのようにして精密誘導ミサイルなどがすっかりなくなっているかといえば、新しく生産することがほとんど不可能な状況に追い込まれていると見られるからです。なぜそのようなことになっているかといえば、ソ連崩壊後のロシアというのは、一応欧米各国との取引ができるようになったことによって、必要な部品を輸入にある程度頼るようになったからです。ですから最新の兵器を作ろうと思った時に、欧米から部品を取り入れるというのを前提にしていたがために、現在のような戦争状態では経済制裁の影響もあって、必要な部品が手に入らず、作ろうと思っても作れないといったような状況へと陥っているわけです。これらなども一つ一つの事例を見れば別にそれによって経済が崩壊するわけではないけれども、必要なものを必要な時に作れなくなったという経済制裁の結果はすでに出始めているわけです。今回取り上げた軍事支援やもしくは経済制裁といったものは、ある日パッと効果が出てあっという間に何か物事が変わって、それによって戦争が終わるといったような性質のものではありません。しかしこれらの話というものは、それぞれがそれぞれ効果を生んで、長期的に見れば確実にロシアを弱らせ、一方でウクライナ軍の増強へとつながる話です。このようなニュースなどを把握しておけば、未来においてどのようなことが起こるか、そういったことを自分で考えるときに、私は重要な前提条件の知識になると思います。インターネット上には多くの情報が溢れていますが、その中においてもこうした伏線となる情報といったものはやはり注意して見ておくべきでしょう。そうでなければ、こうした前提条件を知らないと、ロシア側が動員をかけて30万人も兵士が出るんだ。これでウクライナ軍は一掃されて、来年の春までにはロシアは大勝利の慣行に満ちているなどといったような夢物語を語るような人物が出てくるといったことも起こり得るわけです。情報といったものはやはりアップデートしていくことによって、その結果としてどんな結論が導き出されるかといった判断材料になっていくものです。というわけで今回の動画はここまでといたしましょう。プーチン大統領が全時代的な戦力増強策として動員令しかかけられないのに対して、ウクライナ側に対しては兵器がどんどんと入ってくる。それも新しいものが、また経済制裁などにもよってロシアの経済といったものが行き詰まると同時に、軍事的な面においても制約がどんどんと厳しくなってくる。このような全体状況がもたらす結論というのは、やはりロシアの衰退と敗北が近づいてくるということであって、長期戦になればなるほど基本的にはロシアにとって苦しい状況へとつながっていくことでしょう。というわけで動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして評価ボタンのクリックやコメントの書き込みもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。